アクティブサイクリングのヒロです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はトレック FX3 ディスクのポジション調整を行ってみます。長く乗っているともう少しハンドルがなとかサドルがなといった微妙な調整を自分でも簡単にできたらいいなという思いは皆さんも感じられていらっしゃるのではないでしょうか。というわけで今回はサドル調整、次回はハンドル周りの調整と2回に分けて私なりにベストポジションを探していきたいと思います。まずサドル調整で準備するものは六角レンチ 4mm と 5mm、 トルクレンチ、水平器です。では高さ調整から始めます。サドルの高さについては一応目安となる計算式もありますが、その時に履く靴によっても違うと感じるので、今回はこの靴を履いて調整してみます。まず最初にサドルを一旦腰の高さより少し低めにセットしておきます。シートクランプのボルトに 4mm の六角レンチをしっかりと差し込んで、半時計回りにして緩めると簡単に上下します。またこのように完全にスポットを抜くこともできます。基本的にボルトやネジの回す方向は頭から見て左回しで緩み、右回しで締まります。これは単純ですけど、気をつけていないと本締めしてあるボルトを緩めるときにさらに締める方向へ回してしまって壊してしまう危険性があります。私は未だによく間違えます。次にクランクの位置をこのようにシートチューブの延長上に持ってきます。足置きを置いてまたがり、ペダルにかかとを乗せて自然に足がまっすぐになる高さまでサドルを上げ仮固定します。この状態で足の指の付け根部分をサドルに乗せると、膝が少し曲がったくの字になり力が入れやすくなります。次にサドルが曲がっていないかを確認して本締めします。サドルの曲がりについては私はこのようにトップチューブとダウンチューブが重なる視点で合わせるようにしています。高さと曲がりが決まったらシートクランプのボルトを締めていきます。そして締め付け時のトルク管理で使用するのがこのトルクレンチです。トルクレンチにはいろんな種類があって、簡易的なものから本格的なものまでお値段も幅が広いです。私はこのプレート型の簡易式トルクレンチを使用しています。原理は至って単純で、このようにボルトを締め込んでいくとシャフトがよじれて目盛りの上を針が動きます。簡易式なのであくまでも目安といった感じですが、安心材料の一つにはなると思います。ただしカーボンフレームなどの場合は厳密なトルク管理ができるものを使用するか、ショップにお願いした方が良いと思います。高さが決まったら次にサドルの前後と角度を調整していきます。まずサドルとシートポストを固定しているヤグラと呼ばれているコラム部分の前後のボルトを緩めていきます。使用するレンチは 5mm です。固定が緩むとこのようにサドルを前後に動かせます。目盛りがついているので前後ともマックスを超えない範囲内で調整します。前後ポジションの基本はクランクを3時の位置にして
足を乗せた時に膝のお皿の後ろあたりの真下にペダルシャフトが来る位置が最も効率よく力をかけられるそうです。といっても個人差があると思うので、実際に走行して微調整していけばよいと思います。なお、サドルの前後位置を調整するとサドルの高さも若干変わってくるので、違和感があれば再度高さも調整し直します。前後ポジションが決まったらメモリの位置を記録しておくと良いと思います。最後に取り付け角度の調整です。ボルトが緩んでいる状態ではこのように角度も調整できます。前を多めに締めると前下がり後ろ上がりになり、後ろを多めに締めると後ろ下がり前上がりになります。まずはサドルが水平になるようにセットします。水平出しは私はこのように定規と水平器を置いて確認しています。前後のボルトを交互に締めながら水平にして、そこから微調整しながら角度を決めていきます。最初はこの均等がなかなかうまくできなくて時間がかかりましたが、何度もしているうちに感覚がつかめるようになってきました。この作業に慣れてくると、その時の体調や履く靴によって手早く調整できるようになると思います。この調整の後、テスト走行してサドルを1センチほど前にして角度も若干前下がりにしてみました。今のところ自分なりのベストポジションになったかなと感じています。次回はハンドルの高さやハンドル周りのポジション調整をしてみます。走りに変化が出るのかとても楽しみです。